で左が最終的なカメラのアングルで、こっちで作業をしながら、こう形をそうですね、ぐねぐね、変えたりとか、微調整とかもできる。すげえ、撮ったすぎて。すごい。本当に撮った。芝居場作ってるみたいなね、すごいですね。身近なものほどむずい。違和感見えちゃう。怪獣とかすごい持ってる。ヒットマンの場合はもう全部手作業でしてる。で、動き自体は円谷作品を踏襲したりとかするので、ちょっと巨大感とかゆっくりとした動きを作ったり、あとはトリガーさんのリミテッドな動きをちょっと意識したりとか、モーションキャプチャーっぽい動きもあるんですけど、それを意識しながら手作業で作業をして、今回大変だったのは怪獣うじゃうじゃ出てくるロール怪獣の、ドリルが、手を動かすたんびにめり込んだりそういうので、やっぱそのフォルムを気にしながら作業してたので、でもそこの細かいメカのパーツの調整とかかなり苦労しました。3D でキャラクターとか怪獣 3D でしっかりアレンジさせてるんですけど、結構背景の街とかも 3D で作ってるので、そういうところも結構力を入れてこだわって作ってる。やっぱり尺が長くて、でアクションでカメラが結構ガシガシ動くようなカットは大変だなと思います。そのめり込みをバレないようにごまかしつつ、シルエットもしっかり作るっていうのが結構大変。3D で作った後にアフターエフェクトっていう絵を合成するやつでちょっと作画っぽく近づけたいなっていうのでレタッチとかも加えてるので見ていただけるとありがたいです。どういう風にしたらかっこよく見れるのかっていろいろ教わりながらやってるので、そういうのが学ぶのが大変であり、楽しくもありました。これが多分自分がやった中で一番重たかったですね。いつも決めポーズは作画なんですけど、初めてそうです。並び立つあえて上塚さんにやっていただいて、やりたいカットアンケートで書いたんですけど、ダメ元で。まさかの任してもらっていいですかってなりながら、すごい幸せな時間。いっぱいの怪獣がいて、それを2人以上のヒーローで戦ってこう無双みたいにするのってわりかし珍しくて、自分でカット作りながらとかコンテ見ながらワクワクしながらやってたんで、ぜひそういうところを見ていただきたいなと思ってます。 3D にしか出せない味みたいな、手書きに出せない味は 3D でいいです。キャラクターだと作画の方が浮いてるイメージあるけど、3D のキャラクターにしか持ち合わせてない魅力みたいなのがあって、人形っぽく描くって人間って結構難しい。人間が描いてると人間になって着ぐるみとかも人形の部類ですし、人形は 3D なのに 3D は 3D の質感が好きなんで、許されるんだったらもうちょっと 3D を使う。